こんにちは。今回はアジサイのコースターを編んでいきます。この前のアジサイのブランケットと同じように、今回もアジサイは糸を切らずに連続で編んでいきます。こんな感じの小さいカゴに入れて飾って楽しめます。よかったら編んでみてください。では今回はこちら、セリアさんで購入したコットン糸で編んでいきます。円の部分はきらめきコットンのカラーナンバー6番で、かぎ針は3号から5号。葉っぱはニューエンジェルコットンのカラーナンバー2011番で、かぎ針は3号から4号。アジサイはきらめきコットンで、カラーナンバー2番、かぎ針は3号から5号になっています。今回は4号で編んでいきます。かごはきらめきコットンで編んでいきます。カラーナンバーは2番の水色で編んでいきます。こちらを2本取りにして7号で編んでいきます。こちらの白いかごは同じきらめきコットンのカラーナンバー6番で編みました。この1玉でちょうど3個編めました。では円の部分を編んでいきます。今回はコースターなので、あまりデコボコしない方がいいかなと思って、こちらの編み方で編んでいきます。で、こちらの今までの花束ブランケットのように、ポコッとしたラインが出る方で編まれても大丈夫です。どちらも何段目でも1周が12の倍数になって、次の段の葉っぱがぴったり入りますので、お好きな方でお好きな大きさに編んでください。こちらのスペースの入った円の編み方は、クレープコースターの丸1、ベースのクレープ生地の編み方です。こちらのポコッとしたラインの出る円の編み方は、カーネーションの花束ブランケットの円の編み方です。それぞれ詳しく説明していますので、お好きな大きさに編んできてください。ではお好きな大きさに編めたら、最後に鎖を1つ編んで、最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて、引き抜いて引き締めます。そして糸をカットして引き抜きます。ではスペースの入った円が1、2、3、4、5と5段編めました。直径は約10センチです。では次はこちらの糸で葉っぱを編んでいきます。まずこんな感じで葉っぱの1段目を編んでいきます。では葉っぱの土台の1段目を編んでいきます。どこからスタートしても大丈夫です。今回は最後に引き抜いた下の段の鎖3目の下から1、2、3、最後に引き抜いたところですね。ここに針を入れて、ここからスタートしようと思います。鎖の3目目に針を入れたら、葉っぱの糸をかけてこちらに持ってきます。ここで一度結んでおきます。同じところに針を入れて、糸を持ってきて、ここから下を2目飛ばしながら、細編み1つ、鎖を3つを繰り返して編んでいきます。まず立ち上がりの鎖を1つ編んだら、
同じところに針を入れて、細編み。細編みを編んだら、鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら、次から数えて、1、2、2つ飛ばした3つ目。ここに針を入れて、細編み。また鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら、次から数えて、1、2、3。3つ目に針を入れて、細編み。これを繰り返し編んでいきます。鎖を1、2、3。次と次を飛ばした3つ目。ここに細編み。鎖を1、2、3。次と次を飛ばした3つ目。ここに細編み。こんな感じでぐるっと一周編んでください。ではぐるっと編んできました。最後に鎖を3目編んだら、長編みと鎖1、2と2目残っています。そしたら一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では2段目はそれぞれのスペースに額と葉っぱを編んでいきます。まず次のスペースに針を入れて引き抜き編みで移動します。ここにまず額を編んでいきます。花びらを編むスペースを4つ中長編みで作っていきます。まず中長編み1つ分の鎖を2つ。1、2。そしてスペース分の鎖を1つ。毎回鎖3目でスタートします。そしたら針に糸をかけて、同じ足元のスペースに針を入れて、糸を持ってきて、全部引き抜いて、中長編み。そしてスペース分の鎖。針に糸をかけて、足元の同じスペースに中長編み。そして鎖。もう一つ中長編み。そしたら鎖を一つ、スペース分の鎖ですね。そして中長編み一つ分の鎖を二つ。1、2。そして足元のスペースに引き抜き編みで留めておきます。最初と最後は鎖3目ですね。これでスペースが1、2、3、4、4つですね。ここに次の段でアジサイの花びらを4つ編んでいきます。額が編めたら次のスペースに移動します。移動は毎回鎖2目で移動します。鎖を1、2、2つ編んだら次のスペースに針を入れて、また引き抜き編みで移動します。ここから葉っぱを編んでいきます。葉っぱはまず鎖を5つ編んでいきます。1、2、3、4、5。そしたら針から1、2、2つ目の鎖の下1本に針を入れて、上の2本をすくって編んでいきます。まず細編みを1つ。そしたら残りの1、2、3。ここには中長編みをそれぞれ1つずつ編んでいきます。ブランケットの時と同じ編み方ですね。針に糸をかけたら、次の鎖の下1本に針を入れて、1つ目の中長編み。次の鎖の下1本に針を入れて、2つ目。
次の鎖の下1本に針を入れて、3つ目。そしたら足元のスペースに針を入れて、引き抜き編みで留めておきます。こんな感じの葉っぱですね。下に引き抜いたら、また次のところに鎖2目で移動していきます。1、2。次のスペースに針を入れて、引き抜き編みで移動します。そしたらまたこちらの額ですね。ここに同じように編んでいきます。こんな感じで額と葉っぱを交互にぐるっと一周編んでいきます。では一周編んできました。最後の移動の鎖2つも編んでいます。そしたら一番初めの額のここの足元の細編みの横のあたりですね。ここに針を入れて引き抜きます。糸処理分残してカットして引き抜きます。ではこちらの糸でアジサイを編んでいきます。アジサイもコースターサイズに合うようにブランケットの時と編み方を少し変えて編んでいきます。では今回も糸を切らずに連続で編んでいきますので、裏から編んでいきます。この額の4つのスペースにそれぞれ1枚ずつ花びらを編んでいきます。では額の一番右端のスペース、ここに針を入れて、アジサイの糸を持ってきます。そしてここでまた一度結んでおきます。同じところに針を入れて糸を持ってきて、ここから編んでいきます。まず鎖を4目。1、2、3、4。4つ編んだら、同じところに長々編み3目の玉編みを編んでいきます。針に2回糸を巻きつけて、足元の同じところですね。ここに針を入れて糸を持ってきます。そして2本ずつ2回引き抜いていきます。かけて2本、かけて2本。これで未完成の長々編みの1つ目ですね。あと同じところに2つ編んでいきます。2回巻きつけて、糸を持ってきて、1回、2回、2つ目の未完成ですね。また2回巻きつけて、糸を持ってきて、1回、2回。これで長々編みの未完成が1、2、3と3目編めました。そしたらかけて一気に全部引き抜きます。これで長々編み3目の玉編みですね。玉編みが編めたらまた鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。足元のスペースに針を入れて引き抜き編みで留めておきます。これが1枚目の花びらですね。そしたら次のスペースに針を入れて引き抜き編みで移動して、ここにまた同じように編んでいきます。鎖を4目、1、2、3、4。次は玉編みですね。2回巻きつけたら、1、2、2回引き抜きます。また、1、2、2つ目の未完成ですね。そして、1、2、3つ目。そして全部引き抜きます。そして鎖を4目ですね。1、2、3、4。同じ足元に針を入れて引き抜きます。2枚目の花びらですね。そしたら次のスペースに針を入れて引き抜いて、また同じようにあと2枚ですね。編んでいきます。1、2、
3、4。1、2、3。引き抜いて、1、2、3、4。足元に引き抜いて3枚目。次のスペースに引き抜いて移動して、また次の花びらですね。1、2、1、2、1、2。引き抜いて、鎖を4目。1、2、3、4。足元に針を入れて引き抜きます。これで花びらが1、2、3、4と4枚編めました。そしたらこの編み地をくるっと裏にして、こちらを表にしていきます。この一番初めの花びらの足元、額のスペースですね。ここに針を入れて、で、このループをまた針にかけて、このループを引き抜きます。少し絞って、そしてここは鎖を5目編んでいきます。1、2、3、4、5。5目編んだら、花の下を回して、次は葉っぱですね。葉っぱの足元の、ここの2本。ここに針を入れて、引き抜いて移動します。そして次は鎖を3目。1、2、3。3つ編んだら、次の額の、また一番右のスペースですね。ここに針を入れて、引き抜いて移動します。こんな感じですね。ここから5目で葉っぱまで移動して、次は鎖3目で額のところに移動ですね。5目と3目。こんな感じで編んでいきます。そしたらここはまた同じように花びらをそれぞれ編んで、アジサイのお花ですね。編んでいきます。こんな感じですね。では次のところも同じように編んでいきます。まず鎖を4つ。同じところに玉編みですね。未完成の長々編みが1、2、3と3つ編めたらかけて全部引き抜きます。そしてまた鎖を4目ですね。1、2、3、4。足元のスペースに引き抜いて留めておきます。まず1枚目ですね。そしたら次のところに針を入れて引き抜いて移動します。また同じように編んでいきます。1、2、3。全部引き抜いて、1、2、3、4。足元のスペースに引き抜いて、2枚目。次のスペースに引き抜いて移動して、また同じように編んでいきます。3、1、2、3、4。足元に引き抜いて、また次のところに移動して4枚目ですね。
1、2、3。全部引き抜いて、1、2、3、4。足元に引き抜いて4枚目。1、2、3、4。4枚編めました。そしたら一番端の、右端の花びらの足元に針を入れて、ループを戻して、そしてこのループを引き抜きます。で、絞って、そして移動の鎖を5目ですね。1、2、3、4、5。5目編めたら、次の葉っぱの足元のここの2本。ここに針を入れて、引き抜いて移動します。次は鎖を3目ですね。1、2、3。次の額の右端のスペースに針を入れて、引き抜いて移動します。そしてまた次の花ですね。表から見ると、こんな感じですね。こんな感じで一周ぐるっと編んでいってください。では一周編んできました。最後、葉っぱの足元に引き抜き編みで移動しています。そしたら鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら、一番初めの花の足元の移動5目のところですね。鎖の5目のこの初めの方ですね。このあたり。ここが鎖5目ですね。このあたりに針を入れて引き抜きます。念のため鎖を1つ編んで、そして糸をカットして引き抜きます。そしたら表にして花びらの形を整えて、そして裏の方で糸始末をしてください。ではこんな感じのかごを編んでいきます。こちらの糸を2本取りにして7号で編んでいきます。こんな感じで内側と外側から糸を取って2本取りで編んでいきます。まず輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。1、2、3、3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き抜いて軽く引き締めます。次の1段目はこの輪の中に細編みを6目編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら輪の中に針を入れて糸を持ってきて細編み。細編みの頭にマーカーをつけておきます。また編んでいきます。2、3、4、5、6。細編みが6目編めたら中心の輪を絞っていきます。この糸端と同じところから出ている方の中心の糸はこちらの内側の方ですね。この糸を右方向に引っ張っていきます。このぐらい絞れたら、今度は糸端を持ってぎゅっと引っ張ります。
そしたら、ここのマーカーのところですね。一番初めの細編みの頭に引き抜いていきます。ここですね。ここに針を入れて、引き抜いて、引き締めます。次は2段目ですね。2段目は1つの目に細編みを2つずつ編んで、1周を12目にしていきます。鎖1つで立ち上がったら、一番初めの細編みの頭、最後に引き抜いたところですね。ここに針を入れて、細編みを1、2、1つ目の細編みの頭にマーカーをつけて、1周編んだらここに引き抜きます。次の細編みの頭に針を入れて、ここも1、2、また次ですね。こんな感じで1周編んでいきます。2、これで1周編めました。1周編んだら毎回一番初めの細編みの頭に引き抜きます。ここに針を入れて、引き抜いて、引き締めます。では3段目ですね。3段目は細編み1つ増し目を繰り返し編んで、1周を18目にしていきます。鎖1つで立ち上がったら、一番初めの細編みの頭、ここに針を入れて、細編み、次の細編みの頭に増し目をしていきます。2つ編んでいきます。1、2、そしたら、ここですね。一番初めの細編みの頭にマーカーをつけておきます。そしたら次は細編み1つですね。1つ。次で増し目2つ編んでいきます。1、2。次は1つですね。次は増し目。こんな感じで1周編んでいきます。では3段目も編めました。最初の糸端の糸始末をこのぐらいのところでしておくと後が楽だと思います。私は1本ずつしてきました。なのでここでカットしておきます。では次から側面になります。側面の1段目は細編みの筋編みを増減なく1周編んでいきます。細編みの筋編みは細編みの頭のこの鎖目の2本ですね。この2本の向こう側の1本だけをすくって細編みを編んでいきます。では側面の1段目ですね。鎖1つで立ち上がったら最後に引き抜いた一番初めの細編みの頭の向こうの1本ですね。ここを拾って細編み、頭にマーカーをつけておきます。次の細編みの頭の向こうの1本拾って細編み、また次ですね。こんな感じで1周編んでいきます。ここに筋が出てきましたね。では側面の2段目ですね。この段は普通の細編みと大きい細編みを交互に編んでいきます。まず鎖1つで立ち上がったら一番初めの細編みの頭、ここに針を入れて普通の細編み、
頭にマーカーをつけておきます。次は、次の細編みの頭の下、この細編みの足元ですね。この2本の糸が入っているここに針を入れて、糸を細編み1段分引き伸ばして、そして大きい細編み。これを交互に編んでいきます。次のところは頭を拾って普通の細編み。次は頭の下、この足の入っているここですね。ここに針を入れて糸を伸ばして細編み。こんな感じで一周編んでいきます。この下。ではぐるっと編んできました。最後は大きい細編みで終わります。そしたら今までと同じように一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜いて引き締めておきます。では側面の3段目ですね。この段は大きい細編みから編んでいきます。下の段が小さい細編みだったら、この段は大きい細編み。下の段が大きい細編みの時は、この段は頭を拾って普通の細編みという感じで編んでいきますね。まず鎖一つで立ち上がったら、下が小さい細編み普通の細編みなので、大きい細編みを編んでいきます。足元に針を入れて、糸を持ってきて、大きい細編み。ここは頭にマーカーをつけておきます。次は大きい細編みなので、この段は頭を拾って小さい細編み。これを交互に編んでいきます。次は小さい普通の細編みなので、足元ですね。ここに針を入れて、大きい細編み。次は大きい細編みなので、頭を拾って普通の細編み。こんな感じで編んでいきます。こんな感じですね。ではぐるっと編んできました。一番初めが大きい細編みの時は、一番最後はここの頭に針を入れて普通の細編みで終わります。そして引き抜きます。では次の側面の4段目は下の段と逆になるので普通の細編みから編んでいきます。鎖一つで立ち上がったらこの大きい細編みの頭に針を入れて普通の細編みマーカーをつけておきます。そしてここの足元に針を入れて大きい細編みですね。また交互に編んでいきます。で、次の5段目は小さい細編みから始まっているので、大きい細編みからスタートですね。大きい細編みがこんな感じで互い違いになった模様になりますね。こんな感じで次の5段目まで編んでいきます。では4段目を編んで、5段目もぐるっと編んできました。5段目の最後は小さい細編みで終わります。そしたらここの一番大きい細編みの頭に引き抜いてもいいですし、今回はここで糸をカットしてチェーンつなぎをしようと思います。カットしてここで引き抜きます。では糸端をとじ針に通したら
チェーンつなぎをしていきます。針を通すところは、ここの1個目、2個目、2つ目の細編みの頭、ここに針を通します。そして一番最後の細編みの真ん中、頭の真ん中に針を戻して、ここの一番初めの大きい細編みの頭を作る感じでチェーンを作っていきます。そしたらあとは裏の方で糸始末をしておいてください。では糸始末をして、こんな感じに完成しました。では、アジサイコースター完成しました。いかがでしたか？カゴに入れるとかわいいアジサイになりますね。よかったら編んでみてください。今回もご視聴ありがとうございました。